70年以上にわたる北朝鮮の独裁政権はなぜ崩壊しないのか。ソ連が消え、中国が変わり、世界が大きく動いた中で、キム・イルソン、キム・ジョンイル、キム・ジョンウン、3代にわたり続く唯一の世襲独裁。その秘密は恐怖と偶像化、そしてしたたかな外交戦略にあった。第二次世界大戦が終結した1945年、日本の敗戦によって朝鮮半島は南北に分断されました。北緯38度線を境に、北はソ連、南はアメリカが占領。やがてこの分断は固定化され、1948年、北側に朝鮮民主主義人民共和国、いわゆる北朝鮮が建国されます。その初代最高指導者となったのがキム・イルソンです。キム・イルソンは抗日パルチザンとしてソ連に協力していた経歴を持ち、ソ連の後押しで政権の座につきました。彼は国家主席として社会主義体制を導入し、チュチェ思想という独自の思想を掲げます。これは自力更生、自主独立を強調し、国家や人民がすべてキム・イルソンを中心に動くような、いわば国家神道のような思想です。以後、北朝鮮ではキム・イルソンが偉大なる指導者として神格化され、肖像画や銅像が国内の至るところに建てられることになります。通常、社会主義国家で世襲はタブーとされてきました。しかし、北朝鮮では1970年代からキム・イルソンの長男キム・ジョンイルが後継者として台頭し始めます。キム・ジョンイルは文化宣伝部門を掌握し、映画や芸術、宣伝媒体を通して父キム・イルソンの神格化と自身のカリスマ性構築を徹底して行いました。1980年代には事実上のナンバー2となり、1994年にキム・イルソンが死去すると、正式に最高指導者の地位を継承します。ここで社会主義国家でありながら、親子による権力の世襲という異例の体制が完成します。この時すでに国民には、キム一族の血統は特別な存在であるという意識が植え付けられていました。キム・ジョンイルは父の権威をそのまま継承しつつ、軍事優先の国家運営を意味する先軍政治を打ち出します。経済が崩壊しても、まず軍を優遇し、国家体制を守ることを最優先にしたのです。1990年代半ば、北朝鮮は深刻な経済危機に直面します。ソ連の崩壊によって資源を失い、自然災害も重なり、国内で大飢饉が発生。苦難の行軍と呼ばれるこの時期、数十万人から数百万人が餓死したとされています。普通の国なら政権が崩壊してもおかしくありません。しかし、北朝鮮は倒れなかったんです。なぜか。それは徹底した情報統制と恐怖政治と思想教育によって国民の不満が外に向かうことを防いだからです。外国の情報に触れることは禁止。反体制的な言動をすれば家族ごと強制収容所へ。国民は互いを監視し合い、疑心暗鬼の中で沈黙を強いられる。こうした構造によって革命や民主化運動が起こる余地は完全に封じられていました。さらに闇市場が徐々に拡大し、国民は非公式な経済活動で生き延びる術を得ます。政権は黙認し、課税することで逆に支配を強めていきました。2011年、キム・ジョンイルが死去し、
その後を継いだのが三男の金正恩です。当時まだ20代後半、若すぎる指導者に世界中が驚きました。しかし金正恩はわずか数年で国内の権力基盤を固めます。彼が行ったのは徹底した粛清と演出でした。叔父のチャンソンテクを反逆罪で処刑、兄のキム・ジョンナムを海外で暗殺、軍や党の高官も次々と粛清・交代。このような恐怖政治によって内部の反対勢力を徹底的に排除し、政権を掌握しました。さらに彼は核・ミサイル開発を急ピッチで進め、アメリカとの核外交で存在感を講じ、国内的には強い指導者としてのイメージを演出しました。国民にとっては生活は苦しくとも我が国は強い、アメリカに屈しないという誇りが与えられる構図になっているのです。なぜ北朝鮮の金王朝はソ連や東欧諸国のように崩壊しなかったのか、その理由を整理しておきましょう。一つ目は徹底した情報統制。外国のラジオ、インターネット、書籍は一切禁止。国民は外の世界を知らないまま生活しています。二つ目、恐怖による支配。反体制的とみなされれば本人だけでなく家族まで収容所へ。沈黙と服従が生き残る唯一の道です。3つ目が軍部との結託。軍は特権階級とされ、体制維持の最大の支柱になっています。クーデターの可能性は極めて低い。4つ目が中国の支援。北朝鮮が崩壊すると中国にとっては米軍が国境に迫る悪夢。そのため中国は食料、燃料、外交支援を続けています。5つ目は経済の分散的存続。国民は闇市場で生計を立て、政権はそれを課税する。国家が破綻しても支配は維持される構造。6つ目がペクトゥの血統という神話。キム一族はペクトゥ山生まれの特別な血統とされ、宗教的な崇拝の対象。体制批判は神を冒涜することと同義とされます。最後に核兵器という抑止力。核を持っているため外部からの軍事介入が難しい。国際社会も崩壊より現状維持を選ばざるを得ません。地球上に永遠に続く体制など存在しません。北朝鮮にも将来的に以下のような変化の可能性はあります。後継者争いによる内部崩壊、経済破綻による統治不能状態、中国の方針転換による孤立、国民による情報流入と意識変化。しかし現状では金正恩は体制を巧みにコントロールしており、軍、党、国民の三位一体の支配構造は強固です。革命や民主化は外から見るほど簡単には起きません。さらに注目すべきは金正恩自身の健康問題です。彼は若いながらも肥満や糖尿病、心疾患のリスクが指摘されており、歩行に支障をきたす姿や長期間公の場から不在になることが何度も報じられています。もし突然健康が悪化したり死去などということが起きれば、後継者問題が一気に浮上し、体制の安定性に深刻な影響を与えるでしょう。これは北朝鮮体制の最大の不安要素の一つです。北朝鮮の金王朝はまるで中世の王国のように見えるかもしれません。しかしそれは現代の監視技術、情報統制、核兵器によって守られた21世紀型の絶対要請ともいえる存在です。崩壊しない理由は偶然でも運でもありません。70年以上かけて国家そのものが王朝の延命装置となっているのです。この動画を通してなぜ崩壊しないのかという問いに対して
少しでも理解が深まれば幸いです。北朝鮮は遠い国のようでいて、実は日本や世界の安全保障と深く関わっています。今後もその動向から目が離せません。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。